皆さん、テデックス札幌へようこそ。これはファーム富田というところの写真ですが、今ちょうどラベンダーが満開だそうです。で、美瑛に行くと最近有名な青い池もあります。そしてこれはポピー、ピンクと赤の花ですね。今これもちょうど満開だと思います。このような綺麗な景色ですが、同じように誰もが見えてるわけではありません。こんなふうに見えてる人もいるんです。赤い花がよく見えないですよね。山本先生が言ってましたよね。見えない人がいるってね。笑いが取れなかったラベンダーは空の色と同じような色で見えます。そして青い池はほとんど変わりません。で、このような色の見え方のことを医学用語で色覚異常と言います。色弱と呼ばれることも多いです。日本人男性なら約 5%、20人に1人ぐらい存在すると言われています。欧米人はもっと多くて12人に1人が色覚異常です。異常という言葉が使われてますが、悪い意味ではありません。文字通り常とは少し異なる、そんな見え方がする、そういう少数派という意味です。でも世の中は多数派の人に便利に作られていることが多いですから、こういう色の見え方をする人は普段の生活で少し困ることがあります。そこで私は色が見えやすくなる、色を見る補助をする、そんなスマートフォン用のアプリを作りました。色のメガネと言います。たくさんの人に使っていただいていて、今世界中に約2万人ぐらいユーザーがいます。こんな感じでちょっと色が分かりやすくなりますよね。近視の人が眼鏡かけると思うんですが、それと同じように色覚異常の人に使っていただければいいなと思っています。こういうソフトなんですが、どうして色の眼鏡を作ったんですかってそういろんな人に聞かれます。色で困ってる人のことをどうしても助けたかったんです。本当はそういうふうにかっこよく答えたいところなんですが、真実はそんな立派な理由ではありません。実はこんな私でも、挫折してで家に引きこもっていた時期がありました。信じられないかもしれませんがでその頃は世界中の人はみんな自分を嫌ってるんじゃないかな。で自分は世の中に必要とされてないんじゃないかな、そう思ってました。でももう一度一からやってみようと。世の中に必要とされるようなことを、できるかできないかわからないけどもう一回やってみよう、そうようやく思い立って作ったのが実はこのアプリなんです。作るのはすごく怖かったです。そういう時期ですから。でも勇気を出して崖から飛び降りるようなそんな気持ちで作りました。でも思えば崖から飛び降りるようなことを私はずっとやってきてるんです。今まで何回も何回も。で考えてみればそれらの一つ一つがみんなこのアプリに結びついてるんです。そういう話を今日はします。まずは30数年前の話からです。山本先生とまたかぶったんですが、これ Z80 というマイコンがあるんですが、それの話です。私が大学生の時、1981年、私はコンピューターのことが大好きで朝から晩までずっとコンピューターのことを考え、日本でただ1軒だけだったパソコンショップで店員のアルバイトをして、で友達と話す話も実は全部コンピューターか数学の話でした。完全にオタクですね。でそのオタクの私が、パソコンショップの関係者から声をかけられたんです。ソフトウェア開発の仕事があるからやらない？できるでしょうって。でもその頃私は初心者で、全然開発なんてできなかったんですが、でも気がついたら言ってたんです。できます、やりますって。で本当はできないことがバレるとまずいのでその日の会社じゃないアルバイトの帰り道にパソコンショップの帰り道ですね、本屋さんに寄ってで Z80 の本を買って帰りました。このレジのソフトを開発する仕事だったんですが、そこにこれが入ってたんです。でこの本を買って帰りました。で買った日に徹夜で読みました。読んだら少しできるかなっていう気持ちにはなったんです。でも実際に始まってみると、そもそもがハッタリですからできるわけもありません。
納期が年末だったんですが、その日になっても出来上がらず、ああできるなんて言わなきゃよかったなって、そうやって後悔しながらですね、半べそを書きながら開発して、でも頑張って頑張って開発して、ようやっと出来上がったらもう年が明けてました。でもみんなには迷惑をかけてしまったんですが、それをやりきった。そんなことで私は開発に少し自信がついたんです。それでそれが得意になりました。でそれから私は学生の身にもかかわらず大きなシステムの開発を次々とこなすようになったんです。例えばデパートの基幹システムとか、電子のチケットの発券システムとかで、そうやってコンピューター漬けの毎日でしたけど、面白いことがありました。その時たまたま読んでいた本、また本なんですけど、それに面白い記事を見つけたんです。それは石井先生がいらっしゃるMIT、そこの3名の数学者が作った RSA 暗号という暗号の話でした。それがあるとデジタル社会になっても安全に情報のやり取りができて、買い物もできて、もしかしたらお金までもデジタルにできるかもしれない、そう書いてありました。でその3人の数学者のうちの1人、シャミヤさんは、その本に書いてあったことは、今は故郷のイスラエルに戻ってDNA コンピューターの研究をしてるっていうんです。 DNA コンピューターって皆さん分かりますか？僕すごい不思議に思ったんです。 DNA とコンピューターに何の関係があるんだって、モバゲーとか思いましたけど受けてよかったその頃モバゲーないですからね、まだね。それでもよく考えてみると、もしかしたら関係あるかもしれない。なぜかというと DNA の中には4種類の塩基というものが30億個連なったゲノムというデジタルデータが入ってます。でその中には人間の設計図が全部入ってるはずなんです。だからもしゲノムが解読できて、その役割と仕組みが全部分かれば、生命の秘密が解き明かされるかもしれない。で僕生命の秘密解けるかもしれない。暗号を解読するみたいにゲノムを解読できたらすごいってそう思ったんですね。23歳の時です。で暗号って面白いな、いつかはゲノムとか遺伝子のことやってみたいな、そう思いました。その時は思っただけです。若いでしょで、大学の卒業研究は絵が好きな数学の先生がいて、その先生の下で画像処理について行いました。大学を卒業してからはコンピューターの開発の会社に就職して、いろんな製品を開発しました。そういう会社員時代に同僚として知り合った人、栗田正樹さんという人がいます。で彼はもともとは建築家なんですけども、クリエイターでもあって、線をたくさん使った細かい絵や色をたくさん使った神々しい絵を描く人なんですけども、私は色覚異常ですで、そう周りの人に公言していたんです。でこんな色をたくさん使う人が色覚異常だなって不思議だなですごくそのことは印象に残りました。多分彼と知り合ってなければ、私が後に色の眼鏡を作ることはなかったと思います。それから時は流れて、向田さんがちょうど講演を聞いてびっくりしたという1997年、同じ年に私は自分の会社を設立して、でそこの社長になっていました。で何の会社かというと、それは暗号技術の会社です。私が起業した会社は3、4年の間に大きく成長して、とうとう上場企業になりました。15年ぐらいの間に本当にデジタル社会がやってきて、本当に暗号が必要とされる時代になってたんです。雑誌は読んだ方がいいですよ。でその頃ですね、バイオテクノロジーの分野もすごく花開いた時期です。アメリカのセレーラという一民間企業が全ヒトゲノムを解読して、遺伝子をターゲットとした薬が作れるかもしれない、そういう可能性が出てきたんです。本当はこんな格好してません。ヒトゲノムはね、ただのデータの列です。でちょうどその頃ある大学の医学部の教授と知り合いになりました。でその先生と話している時に、実は昔から遺伝子のことやりたかったんですよね、そう言いました。するとその教授は、大学院に来れば思う存分できますよ、でも社長にはそんな時間ないでしょうと言いました。でそして私はまた気がついたら、時間あります、行きますって言ってたんです。
でも調べてみると受験資格がなかったんです。医学部出てないから。で受験資格試験を審査を受けてなんとかパスし、入試もなんとかギリギリパスし、で私は40歳にして会社社長をやりながら再び学生になりました。医学部の博士課程に行ったんです。ところが大学院がすごい大変だったんです。入ったはいいけどみんな6年間ぐらい勉強してきてる人ですよね。で私は全然素人でわからないし、周りで飛び交ってるのがわかんないんです。言葉が全部専門用語なんです。で言葉さえも通じないの俺と思ってすごい落ち込みました。でこのまんま優秀な人たちの中にいて同じことをしても仕方がないな、そう思って私は自分の研究テーマを探すために思い切ってアメリカのシリコンバレーに飛ぶことにしたんです。でどうしてシリコンバレーかというと、そこはバイオテックベイと言われていて、世界最先端のバイオベンチャーがたくさん集まってるんです。そこで見つけました。すごい面白い技術、 RNAi という技術です。これは後にノーベル賞を取るんですけども、遺伝子が今どのぐらい動いてるかで、そういう動くと動かないのオンとオフをですね、制御する、そういう技術です。でその会社に私は何度も訪問しているうちにだんだん仲良くなって、もう給料はいらないから仕事手伝わせてくださいってお願いして、そこの会社で仕事を手伝わせてもらうことにしました。社長もやりながら学生もやりながら、これがアメリカ時代の写真ですけど、ちょっと暗い顔してますよね。なぜかというとあんまりうまくいかなかったんです。全然違う業界だし、アメリカだから召集感は違うし、なんといっても一番問題なのは言葉が通じなかったんです。日本にいても通じないし、アメリカにいても通じないし、どうすればいいんだと。でもどうにかなりました。そこの会社が持っていた遺伝子発現のデータを提供してもらって、でそれを数学とコンピューターで解析して、私は RNA 干渉の分野で成果を上げて医学博士になりました。でもちょうどこの頃、日本では裏では大変なことが起こってたんです。私の本業、その暗号の開発の会社、そこで大変なことが起こってて、細かくは省略しますが、とうとう私は自分の作った会社の社長を辞任することになりました。で会社を失い、仲間もいなくなり、私はもう絶望のどん底にいました。誰にも会いたくなかった。でもそんな私を誘ってくれた人がいて、私はまた大学に行くことにしたんです。今度はメディアデザイン学っていうのを学びにまた大学院に入りました。でよく3回も大学に行くなんてよっぽど勉強が好きなんですねって聞かれるんですけど、そうじゃないんです。他にやることがなかったんですでもそこはすごいいい大学院でした。素晴らしい先生がたくさんいて、面白い技術がたくさんあって、特に面白いなと思ったのは拡張現実、オーギュメンティドリアリティという技術です。それは本物の映像、現実の映像の上に仮想の作り物の映像を重ね合わせて、で現実をもっと便利にする、そういう技術なんですが、何かに使えないかな、そう考えていたときにはっと思い出したのは、かつての同僚、色覚異常の栗田さんのことです。で栗田さんはその頃、色弱の子を持つすべての人へという本、この本ですね、この本をちょうど出版していました。で私はそれを読んで、ほとんどの先天色覚異常は遺伝子が原因で起きること、そしてその見え方は科学的に予測できることを知りました。遺伝子だったら俺できるかもしれない、そう思いました。じゃあこれをやろう。スマートフォンで拡張現実技術を動かして、色覚異常の人が色が見えやすくなるような、そんな技術をやろうってそう決めたんです。でも勢いはあったんですけど、何をどうやって作っていいか全然分かりません。そこで私はどうしたと思いますか？また飛び込みに行ったんです。その頃は本当に誰にも会いたくなかったんですけど、人と会わないことにはこれはできないなと思って、また勇気を出して飛び込むことにしました。そうやって飛び込み人生をまた再開しました。まず手始めに色覚異常の人たちのための活動を行っている NPO 法人、
ここを訪ねて、そういう人たちがどういう時にどんなことで困っているのか、それを教えてもらいました。で、全くの素人の私が突然訪ねていってもきっと相手にしてくれないなと思ったので、実は学生の時に画像処理の研究をしてたんですよ。僕画像処理詳しいんです。そういう話をしました。でするとそこの人が言うんです。ああ、その先生は色彩の学会の会長ですねって。驚きました。私の大学の時の恩師、絵が好きな数学の先生、先生が私が卒業した後に絵が好きすぎて色彩学の研究に進んで、いつの間にか学会の会長になってたんです。そんな偶然あるでしょうか。それで私は早速恩師に会いに行って、これ同じ人ですからね、右も左もね。違うと思うかもしれないけど同じですからで、色彩学について教えてもらいました。で、関係ありそうな研究をしている日本全国の先生を何人も紹介してもらって、次々に会いに行ってアドバイスをもらいました。でもこれは難しかったです。アドバイスをもらってもこれだっていう方法が思い浮かびません。そこで私は恩師のアトリエに入り浸りになって、恩師を質問攻めにしながらどうすれば色が見えるようになるか必死で考え続けました。こんなことも分かんないのかって、また30年ぐらい前にそういうふうに怒られたような気がするなっていうことで叱られながらですね。でも考えても考えてもいい方法が思い浮かばないんです。これはもうできないかもしれないなって、そう思った時にパッとこの図が降ってきたんです。暗号技術の開発で培ってきた数学の知識がここで役に立ったんですね。この図何かわからないでしょうけど、これが分かったからどうやれば色が見えるようになるかちょっとヒントが得られたんです。で、これが元になって色が見えやすくなる理論ができました。で、それを入れ込んで色の眼鏡が完成したんです。ちょっと色覚異常の少年たちにこれを使ってもらったので、そのビデオを見てください。これ何書いてある？なんだこれ、わかんない。よし、じゃあ見るぞ。ほら、パンダ。そうだ。パンダ見えた？見えおお。た。見え。そうすごい。すごい。何色だと思う？薄い赤みこたい。れカフェインって書いてあるところ。薄い赤みこれはね、濃い赤紫。赤紫。紫。もう全然何が書いてあるか私にはもうさっぱり何も見えないっていうか、文字っぽいのが出てないんですけど。わ、すごい。パンダが浮き出てきましたね。パンダ書いてある。パンダ書いてあるんですか？いや、そんなまさかそんなバカな。これは普通の人が見たらこういうふうにパンダが見える。こんなはっきりは見えないけど、なんとなく赤と緑でパンダが書いてある。へえ。色覚異常の少年たちは喜んでくれました。そして世界中のユーザーから色が見えやすくなったよ、ありがとうっていうメッセージが届きます。それを読んで私はこんな私でも必要としてくれる人がいるのかもしれないな、こうやってここで生きてていいんだな、そう思えるようになったんです。だから私は色で困ってる人を助けたのではなくて、その人たちに助けられたのです。いつも不安に思ってます。一生懸命やってもできなかったらどうしよう、できたとしても誰の役にも立たなかったらどうしようって、他の人がやった方がうまくいくんじゃないかなって。でも失敗してもいいんです。そういうこともあるから仕方ない。世の中の役に立つことなら何でもいいのではなくて、自分がやりたくてやって、そしてやり遂げたそのことを通じて世の中の役に立ちたい、そう考えているんですから。かつては何をやるにしてもすぐ不安になってしまう自分のことを情けないと思ってました。だからもっと実力をつけたかった。でも今はそうやって不安になってしまうのもなかなか素敵じゃないかなって
そう思うようになりました。だって何度も飛び込んだり不安を乗り越えているうちに、私は信じることができるようになってきたんです。一生懸命やって、その前に勇気を出して飛び込んで、諦めずにしつこくやればいつかはきっとできるということ。そしてそのようにして成し遂げたことはいつかはきっと誰かの役に立つということ。ありがとうございました。